こんにちは。包丁職人のパーカーです。今回は 154CM というステンレス鋼材を使って柳尺を作ります。鋼材に包丁の形を写し取ります。余分な部分をざっくり切り取ったので、60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。外周が整ったら表面の黒皮を落としていきます。黒皮が残った状態で焼き入れするとコードが上がりにくくなる原因になる場合があります。黒皮を落としました。焼き入れの時に吊るす用の穴を開けます。切削油をつけると煙が出ます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は62でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきがきれいに作れていないと、砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。この鋼材は前に動画でやった ATS34 の元になった鋼材で、超有名なナイフメーカーさんも使用していた有名なステンレス鋼材です。この鋼材でできた和包丁は見たことがなかったので、今回作ってみることにしました。
240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。400番とか600番あたりになると鋼材の模様が見えるようになるんですが、この鋼材は横で取ってありますね。横に取ってあると裏側に曲がってくる確率が高くなります。これも結構裏に曲がってきました。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表はこんな感じです。裏はこんな感じです。しのぎはこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使います。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。柄を作っていきます。上部に黒炭、主体となる部分にアフリカンブラックウッドを使います。別名でグラナディラと呼ばれています。よく似た名前のグラナディロという木もあります。一文字違いですが見た目は全く違いますね。グラナディロの方もそのうち絵にしてみます。黒炭に穴を開けます。
アフリカンブラックウッドをカットします。アフリカンブラックウッドに穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。アフリカンブラックウッドは削ると甘いいい匂いがします。四角になったので八角に形を整えます。この木は丈夫で耐久性がありますが、加工は少ししにくいです。八角になりました。220番で60番の傷を消します。220番の後、木材の収縮防止剤を塗ります。収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。コードと鋼材に入っている成分の割には砥石のかかりはいいです。8000番の砥石で研いでいきます。
最後に1万2000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面仕上げにしました。溶かして混ぜて作るステンレス鋼材は、もややムラやボツボツなどが多かれ少なかれ出ます。精工メーカーの技術によって鏡面の綺麗さは変わってきます。鍛造とか鍛錬するともやが細かくなったり、ボツボツがなくなったりして、表面は若干綺麗になります。一部の鋼材は素で綺麗なものもあります。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。鋼材が横向きに取ってあるので、ムラも横に出てますね。峰と顎も鏡面仕上げです。絵はアフリカンブラックウッドの絵にしました。試し切りしていきます。絵は汚したくないので刃だけで試し切りします。
この鋼材は切れ味がいいですね。ただ表面はそれほど綺麗な方じゃないです。今回使った鋼材の粉末鋼材版の CPM154 というのもあって、前に僕の動画でやったことがあります。概要欄にリンクがありますので、よかったらそっちも見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。